研究所の磯間です。今回は BOSS の DM2W ディレイペダル紹介いたします。こちらはオリジナルの DM2 アナログ DNA の明記あるんですけども、それが技シリーズから復刻したモデルとなっております。特徴としては、オリジナルのね DM2 のサウンドを再現したスタンダードモードと、この技シリーズ独自のカスタムモードが用意されております。でサウンド自体はスタンダードのモードでもちょっとクリアな印象を受けまして、これはねこの技シリーズならではのねバッファーサウンドがしっかりしているのも影響してるんじゃないかなとは感じております。でカスタムモードに関しては、よりクリアなサウンドでなかなか良い響きを鳴らしてくれるんですが、何が一番違うかというと、スタンダードモードはオリジナルに準じてディレイタイムが 300ms まで。でカスタムモードにすると最長で 800ms まで鳴らせるということで、普通にディレイとして使う上でも鳴らしやすくなっております。でサウンドですが、僕はカスタムモードの音色がすごい好きでして、使い勝手含めて良かったですね。触ってみると思ってた以上にねいろんな音が鳴らせる印象でした。つまみは3つでスイッチが1個搭載されておりまして、このスイッチは先ほどお伝えしたスタンダードとカスタムモードの切り替えですね。でつまみはここがリピートレートで、真ん中がエコの分がインテンシティとなってまして、パッと見るとね何のことかわからないんですが、このリピートレートに関して言いますとディレイタイムなんですね。で面白いのが、右に回していくとディレイタイムが短くなるという仕様です。どんな感じかね、ちょっと一回サウンド鳴らしてみたいなと思います。ではバイパスサウンドね一回鳴らします。でこれ今スタンダードモードで、ちょっとねカスタムモードに一回切り替えてみます。スタンダードモードがカスタムモードに切り替えると、ディレイのねタイムがもうこれで違います。印象としてはなんか倍になるような印象ありますね。ディレイタイムにあとリピートレートですね、触ってみたいと思います。今はこれスタンダードモードでディレイは最長ですね。でこれカスタムモードに切り替えてみます。12時ぐらいにしまして、スタンドモードに戻します。でこの真ん中がいったらディレイレベルですね。例えばこれ右回しいっぱいにしますと、最初にしますとディレイはね鳴らなくなります。でこの時にバイパス音と比べてみます。そんな差は感じにくいですね。ではエコの差に12時ぐらいにしてみます。9時ぐらいで、これで今度カスタムモードにしてみます。ディレイのねサウンドの、大きさですよね、調整するのがこのエコのつまみです。ではインテンションのつまみですね。でこれはちょっとね分かりやすいようにカスタムモードで1回鳴らします。という感じで、リピートサウンドっていうかな、それをね調整します。でですね、例えばなんですが、スタンダードモードで今ぐらいのセッティングで鳴らしますと、こういったサウンドね上手に使うと、フレージングなんかもね面白いもの作れたりとかすると思うので、ショート D もできればディレイのレベル、一体エコーとインテンシティを下げ目にして、リピートレートですね、いわゆるディレイタイムを短くしてあげますと、
ざっくりもやりましたけど、じゃあスラップバックエコーみたいなね、サウンドも作れます。で、あとは本当にね、さっきも弾いてたように、普通のディレイと言いますか、ソロ弾いたりとかバッキングするときに厚みを持たせるようなサウンドもね、もちろん作れます。でもこのね DM2W よくできてるのが、こういったね、例えば、バッキングで使うようなディレイサウンドを作っておいてカスタムモードにしますと、モード切り替えただけでそのまま使えるようなねサウンドが作れたりします。なのでね X で僕つぶやいたんですけど、本当にねいろいろできます。とりあえずディレイサウンドですよね。リピートで返ってくるサウンド自体はこの原音をそのまま再生するようなディレイではなくて、ちょっとモジュレーション程よくね心地よく入れるような印象がありますね。で僕の場合ね、基本的にアナログディレイも好きだし、モジュレーションディレイがすごい好きなんですよ。例えばねエレクトロハーモニクスのデラックスメモリーマンとかやっぱ好きですしね。この DM2 技に関して言いますと、実機の DM2 よりは程よくクリアで、鳴らしてる時にねきちんとやっぱ鳴ってくれる感じがするので、実際使うことを考えると、すごい使いやすい。さっき言ったようにね、ほんとショートディレイも使えるし、かけっぱなしにして常時音で使う分としても使いやすそうだし、あと本当にロングディレイですよね。そういった使い方にも適しているとは感じました。あとはアナログディレイというと発信サウンドですね。この DM2 技も発信します。では今から発信サウンドを鳴らしていくんですけども、ディレイレベルに当たるエコーですね。これがね先ほどみたいに12時の位置ぐらいだとめちゃくちゃ大きい音が鳴っちゃうので、限りなく最初に近い位置にしております。スタンダードモードで発信させていくんですが、やり方は簡単で、インテンシティとリピートレートを右に回してつまみサウンドを触ってあげるっていう感じですね。で触るのはこちらのリピートレートです。でちょっと今からつまみ触っていきますね。みたいな感じで、つまみ触ることでね、その発信サウンドも結構変わります。で発信サウンドは、カスタムモードでも普通になりますけど、スタンダードモードで鳴らした方が太くてね、帰ってくるとね発信サウンドも面白い感じで鳴らせますので、まずはスタンダードモードで鳴らしてみてもらうとねいいんじゃないかなと思います。あとはこの DM2W 技シリーズになったことで、アウトプットがねダイレクトアウトですよね。言ったらアウトプットの方がディレイサウンドを鳴らして、ダイレクトアウトの方はエフェクトかからないサウンドが鳴らせる、ダイレクト音だけ出力できる端子がついてたりとか、あとレイト端子ってあるんですけど、ここにはエクスプレッションペダルつなぎますと、そのねペダル側でディレイタイムをコントロールできるという分で、その DM2 を進化させた形でね作られています。DM2W、いわゆる技シリーズのペダル自体がそのバッファーサウンドですね。バッファーの音がやっぱりしっかりしてる。でサウンド自体もそのクリアって話をしたんですけど、このバッファーサウンドがヴィンテージの分に比べるとやっぱりねちゃんとしっかりはっきりした音がするんですね。で80年代のボスとかのペダルだと、音が丸くなったりとか、あとなよっとねしたような印象があったりするんですけど、今普通にペダルボードとかに入れて使うんであれば、その当時のペダルを使ってるねアーティストさんの音を再現したいとかでなければ、普通に使うんであればねこの DM2W
技シリーズの分が、使いやすいかなと僕は思いました。もしアナログディレイ探してる方であればね、やっぱこの心地よいなり方っていうのはぜひ体感していただきたいんでね、弾いてみてほしいモデルです。ということで、今回はボスの DM2W 技シリーズのアナログディレイ紹介いたしました。動画最後までご視聴いただきありがとうございます。ではまた。